皆さんこんにちは、こんばんは。ホイコーローでございます。やりました認定中古の抽選当たっちゃいましたよ。いや、そうなんですよね。いや、ちょっと投稿でもですね、お知らせさせていただいたんですけども、見事に当たりましたっていうところで、ちょっと今日はですね、まだ行ってないところで、どうやってちょっと抽選したのかっていうところと、ちょっと実際に行ったらどうしようかなみたいなところをちょっとお話ししていければなと思ってます。はい。今急遽ちょっと動画にしているんで、まさかの認定抽選当たっちゃったよっていう感じなんですよね。ちょっと私もですね、びっくりしていて、今当たるのみたいな感じのところがあってっていうのが、いや、だから皆さんやっぱり抽選されてる方いっぱいいらっしゃると思うんですよね。新品を求めるウェブ抽選店の、来店予約っていうところと、認定中古の、この抽選っていうところで、まずね、わからない方に対してちょっと説明させていただくと、第一に、ウェブ抽選店って言われるのが、新品で、普通のね、ブティックの方に行くっていうところで行くと、来店予約を、抽選しますと。大体2週間後の枠を、ウェブでね、申し込みをして、抽選するんですけども、認定中古っていうのはですね、表参道店っていうところと、今ちょっと関西の方でもですね、今、まだ始まってはいないんですけども、お店にですね、時を出してくださいっていうような、そういったお知らせも始まっているので、ゆくゆくはですね、同じような形で、関西の方でもですね、同じようなものが展開されるかなというふうに思っています。で、大前提、ちょっとやり方がですね、違うっていうのがですね、もうスピード勝負なんですよ。更新はですね、毎日のですね、11時にですね、更新をして、大体ですね、1週間後の枠ぐらいを選べるっていうところになります。で、私もですね、ちょっとあまりにちょっとスピードバーってこうやったんで、何時にそういう枠があったのかっていうのを全然覚えてないんですけど、取り急ぎはですね、スピード重視だと。で、それがあまりにも早すぎて秒で終わるから、こんなん絶対当たらんやん。なんかね、おかしいやん。なんか操作されてるよね、みたいな。なんかそういう風に私もね、思ってたりするんですよ。で、場合によってはですね、ちょっと、表現がね、良くないかもしれないですけど、転売屋の皆さんがもうシステム組んでそれをガーってやってるんじゃねえか、みたいな。なんかそういうね、ことも、思ってたんですけども、もう当たったことによってこれ一切ありませんっていう話になってきてるなと思っています。多分皆さん気になるのがですね、どれだけの速さでやったのみたいなところに行くと、これね、ちょっと写真にも出してるんですけど、私がですね、当選した、あるいはそれが取れたっていうメールがですね、来たのが11時ジャストなんですよ。つまりはこれ逆算すると、表参道のね、ウェブ予約ページの中に、まず、来店予約と、認定中古っていう枠があって、それをクリックして、クリックした後に、日付と、時間をクリックして、個人情報だったりっていうところを、入力して、SMS の承認が終わってからそれが届くんで、もう多分ね、1分以内じゃないですか。要はメールが届いてるっていうことになるんで、それぐらいのスピードで全部終わらせなきゃいけないっていう。もう筋肉会社カカチャカチャってやらなきゃいけないっていうぐらいをやっとけば、これは必ず当たるっていうことにはなるんですよね。ちょっと私のね、実感で言うと、もう30秒ぐらいで終わらせたいような気がするんですよね。もう結構ね、ここ何日間か気になっていて、一回行ってみようかなと思って、もう練習してたんですよ。もう11時が来るたびに、そこをホームページで更新をして、ガガガーってこう練習してたんですけど、最終的には多分30秒ぐらいで、多分30秒ぐらいですかね。それぐらいで入力しないと、多分予約が取れないっていうことになってくると思うんですよ。で、多分ね、皆さんいろいろとスマホでやられたりとか PC でやったりとかすると思うんですけど、一旦多分攻略的なことになるのかなわかんないですけど、これを例えば早めに、クリックして、情報ページ、個人情報とかね、電話番号とか、メールアドレス入れる欄があるんですけど、そこに、入力まで行くことがまずワンステップかなと思っています。で、そこからですね、パソコンに自分の個人データ入れて、記憶するのがあるじゃないですか。クリックしたら、自分の、このページ行ったらこういうのをちゃんと入れてくれるみたいな感じのところがあると思うんですけど、それをやらないとね、多分無理だと思う。私もですね、ちょっとちょっとなんとか挑戦して、トライして、で、そこの、入力の記憶だったりっていうところをどんどんアップデートしていって、最終的にも30秒以内にそれができたっていうことになるんで、いやー、マジでこれね、ちょっ
と、ロレックスを好きな方で、認定中古も考えている方、たまにはですね、やっぱりこういうモデルも出るんだ、みたいな、そういう、ところもあったりしますんで、そういうのが、欲しいと思われている方っていうのはですね、もう事前準備としてまずやっておくっていうのが非常に大事だと思っています。でですね、ちょっと私がですね、今回、今ちょっと動画撮るのはですね、来店前っていうことになるので、いろいろとですね、やっぱりページ上に欲しいモデルが出ていたっていうことになるので、ちょっと今回ね、2モデルぐらいを決めてみていこうかなと思っています。で、もちろんですね、来店するタイミングでまたなくなってたりとか、あるいは、新しいモデルが出てたりとかっていうところはありますので、そこはですね、随時ちょっと確認をしながらですね、お店の担当者と話をして、ご案内いただけるのであればちょっと買おうかなというふうに思っています。でそこはですね、多分今回、2つ候補私あるんですけど、前回の動画でも、以前の動画ですね、お話しさせていただいたのはですね、エクスプローラー2欲しいっていうところがあって、これね、たまたまね、今あるんですよ。で、プロ文字盤の、ものなんですけども、これすげえいいなと思ってるのが、24時間の針があるじゃないですか。あれの針がですね、僕のドンピシャなんですよ。で、今の現行モデルっていうところでいくと、ちょっとオレンジっぽくて先っちょがね、ちょっとピョンってこう出てるようなデザインの針だったんですけど、私と違って言うとね、今載っているこの写真の針がめっちゃ強くて、好きだなと思って、なんかこれいいなっていうところがまず一つ目っていうところと、もう一つはね、これちょっと僕のドリームウォッチの一つなんですけど、サブマリーナなんですよ。サブマリーナとサブマリーナデートってあるじゃないですか。で、僕サブマリーナがめっちゃ好きなんですよね。っていうのは、グリーンベゼル持ってるっていうところで、皆さん動画見ていただいてる方だったら、もうご理解いただいてるところはあるんですけども、サブマリーナって歴史をたどるともうドンピシャな血統じゃないですか。デート機能がついてないっていうところになるのと、黒っていうところは非常にかっこいいので、万人受けするっていうところと、やっぱその歴史をね辿っていくと、このサブマリーナデートとノンデート、っていう言い方もあると思うんですけど、サブマリーナの方がやっぱり一本持っておきたいなと思っているので、今のねちょっとこの出ているサブマリーナは非常に魅力的に感じております。あと多分この2002年のこのモデルは一部のベゼルがちょっと変色するというような話も出ているので、今のねセラミックベゼルっていうことになるんですけども、なかなかこう変色しないとかそういったところがメリットですし、10年20年つけても新品のような輝きを持つっていうところの正反対の一本をここで決めちゃうかというところも非常にあるので、もしね行った時にこの時計残ってたらもう大本命だなっていうふうに思っています。なんで売れないでお願いだから売れないで、お家連れて帰りたいとか思いながらちょっと今絶賛ですね、認定中古のホームページを見ております皆さんもですね、ちょっと実はこういうモデルもなんかいいよっていうおすすめがあったらですね、ぜひちょっとコメントで残してください。私もですね、ちょっと意外とロレックスは好きなんですけども、昔の時計になってくるとやっぱり大先輩、この動画を見ていただいてる大先輩でずっとロレックスが好きです。こういうモデルはですね本当に珍しいっていうのはですね、知識網羅できないのが我々の世代ではありますので、そういった大先輩の方いらっしゃいましたらぜひコメントで教えてください。もうなんなら DM してもらっても全然大丈夫なんでお願いいたします。でですね、せっかく行くっていうところになるので、いくつかちょっと質問もぶつけていきたいなと思ってはいるんですよね。でそこでちょっと皆さんにお願いがあるんですけど、なんか思い当たる、私の方でね一応3つ準備させてもらっているんですけど、こういうのも聞いといてほしいみたいな、こういうのも噂になってるんだけど本当ですかみたいな、そういった話があるのであればコメント残しておいてください。それを聞いてですね、私直接店員さんにもちろんね変な質問とかだったらちょっと厳しいんですけど、ちゃんとした質問でやっぱここあたりって本当に明確になってないよねみたいなところがあるのであればコメントで残してください。私聞いてきますんで。その上でじゃあ今回、どういうところでまず私が質問しようかなと思っているのがね、一応ちょっと海外のね認定集合だと、例えば人気モデルって言ったら
GMT マスター2の、今年廃盤になっちゃったんですけど、ペペ FC で言いましょうか。こっちの方が分かりやすいんで、があるんで、日本だとなかなかそれを見受けられないじゃないですかっていうところがあるのと、入荷とかってあるんですかとか、そこはちょっと一回聞いてみようかなと思ってます。やっぱりその欲しいっていうところと、ちょっと並行点は嫌だな、でもなんか公式で買いたいっていうので、認定中古って非常にいい選択肢なんで、ちょっとこういったモデルって今後入荷あるんですかみたいなところをちょっと聞いてみようかなと思っています。で、2つ目はですね、これね、購入制限の話なんですけど、認定中古1個買ったら半年認定中古買えないんじゃねみたいな、そういう話がちょっとソーシャルネットワーク上に今ちょっと出ていたので、ここもなんか購入制限って入ってくるのかなみたいなところはありますね。で、ちょっとこれはね、定かでもないし、で、どこかに公式のページで載っていたというわけでもないので、そこに関して購入制限は、どういうことになっているのでしょうという話を聞いてこようと思っています。もちろん大前提ね、ここはもうすでに確認済みっていうところで、表参道で、認定中古を、買ったっていうところで、正規店で、新品を買うっていうところに何か影響があるっていうわけではないので、シンプルに多分認定中古を1本買って、その半年後にやっと買えるみたいな、そういった話になっているかいないかっていうところと、もしかしたらそこに対して何か変更なのか、あるいはちょっとなんか違う、なんかそういうお話があるのであれば、ちょっと確認してこようかなと思っています。で、3つ目はですね、ちょっと意外とちょっと気になっていたの、これすごい個人ね、気になっていたのが、要は認定中古として持ち込むわけじゃないですか。で、そうなった時に、やっぱり元のギャランティーと元の箱ってどうなるのかみたいなところがあって、で、ソーシャルネットワーク上だと買った一式みたいなものはもう体験されてる方がもう投稿してたり、こういう感じで来るんだっていうところは、ある程度こう見てて、なるほどねと思ってはいるんですけども、元の箱ってこれ全部持ってかれるのか、それとも希望を出したらもらえるのか、ちょっとなんか明確な答えはない、多分ない前提でああいう、一式のね白のものが出てたりとかするので、なんかそのあたりってなんか今後どうするんだろうなっていうところはありますね。というのは個人的にやっぱりその、出していただいてる白のね、オリジナルのもの、認定中古だけにこう備わってるような意識っていうのは非常にこういいんですけども、認定中古である程度古いモデルでその箱もその時代のものっていうのも一つこう、集めるっていうところでいった楽しみの一つじゃないですか。で、今のね、新品のロレックスだとグリーンのボックスなんですけど、昔のやつは昔の味があるし、でもっと古いものになってくると赤だったりとかするわけじゃないですか。なんかそのあたりのね味の楽しみ方もちょっとしたいなと思っていたんで、このあたりどうなんでしょうっていうところを一回聞いていこうかなと思っています。で、最後にですね、これ私のチャンネルだからっていうところもあるんですけど、認定中古って外人来てるのっていう話聞こうかなと思ってますね、ちょっと動画でもですね、ウェブ抽選ね、新規の来店っていうところで、ウェブ抽選ってできますよ。で、外人もできますよっていう話を、ちょっと正規店さんに話聞いてきたんですけど、これ予約は分かりますよと。そういったね、ところで、時計が売れる前提で、世界中で認められている時計なんて、新規は分かるけど、認定中古は、これ抽選で来てるけど外人もやってんの？でもね、多分やってると思うんですよ。やってると思うんですよ。っていうのが、海外の認定中古って言ってその場でやっぱり日本の人が行ったとしても変えちゃってるところはあるじゃないですか。でしかもなんか海外だと要はその認定中古の意識というかもともとの古い箱だったりっていうのを、持ってる場合はもちろんねもらえるっていう話もあったりするんで、ここやっぱりちょっと日本独特な部分もあったりするんで、それがグローバル化の観点で統一されていくのかどうかみたいなところも一個聞いてみようかなと思っています。認定中古買って、2年間保証があるんですけど、これ転売屋対策っていうのでいっぱいねあると思うんですけど、転売の概念って何なんですかみたいなところをちょっと聞いてみようかなと思ってます。っていうのが私ずっとお話しさせていただいてるんですけども、もちろんね買ってすぐ1ヶ月以内にちょっと手放すとか、もう特殊事情もあると思うんですよ、人生なんで。ただそういったこと以外を踏まえていくとなんていうんですか、転売屋じゃなくてシンプルにね時計を楽しむってなって、じゃあ今回はこういう時計を買いました。
だけど、例えば制限があったとして、次になった時に、こういう新しいものがある。でも先立つものがないってなったら、ね、どうしましょうみたいな、なんかそういうことになってくるんで、そこはね、もう、なんていうんですかね、仕方ない部分かなと思いますし、で、なおかつね、自分のお財布事情もね、自分でが一番分かってるわけなんで、それを買うという判断をする、あるいは予約枠、新品をね、取れるっていうところになるのであれば、ここに関してはもう、多分半年以上、1年以降ぐらいかなと思ってはいるんですよね。で、そのタイミングって本当になんかわかんないですけど、じゃあ、転売屋認定ですなのか、わかんないですけど、場合によっては、認定中古を持っていただければそういうわけではないですよっていうところをちょっと確実に聞いてこようかなと思ってます。多分、感覚値的なフィードバック、店員さんもね、店員さんなんで、それがね、全部一概にね、ロレックス全体でそういう判断してますよっていうところではないと思うんですけど、一参考として聞いておきたいなと思っております。でですね、皆さん、この動画を見ていただいている方っていうのはですね、もうロレックス好きの中のトップだと思っている方が多いなと思ってます。私がね、扱ってるコンテンツなんで、あれなんですけど、ちょっとね、まだ噂だったりとか、こういうところをまだちょっと検証されてないよっていうところがあるのであれば、ちょっと質問ね、さっきいくつか、5つですね、挙げさせていただいたんですけども、それを踏まえて、こういうところも聞いてほしいとか、なかなかちょっと直接買いに行けないとか、そういったことがね、世の中としてなるので、なんか不透明だな、わかんないなみたいなところがあるのであれば、ちょっと一回言っていただければ、私の方でちょっと一回検証します。なんでぜひコメントを残していただけると嬉しいです。もうどんな質問が来るのかめっちゃ楽しみにしてます。で、最後にですね、ちょっと言ってきますが、これで認定中古だからで在庫がまだ残ってるかどうかわからないっていうところであるんで、私もですね、非常に楽しみながらですね、表参道の認定中古店に行ってこようかなと思っております。もちろん買った後はですね、またちょっと動画にして、質問だったりとか、あるいは現状だったりところを、まとめさせていただきますので、続報をお待ちいただけると嬉しいです。続報をですね、待っていただいている間にですね、ぜひ、チャンネル登録、またこの動画のいいねをですね、いろんな方にちょっと見ていただいて、今回、せっかく行く前にですね、動画にさせていただけますので、何卒お願いできればなと思っております。それではですね、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。